2023年新型エコプレイポータブル電源大容量 2048Wh 使用電力 2400W 瞬間最大 4800W 防水リン酸鉄リチウムイオン電池買ったよ。2023年5月最新の大型ポータブル電源なんか性能良くて安くなってる気がしました。全く同じ性能で同じ形ボタンやデザインもどう見ても一緒。その中で一番安いものを選んでみました。多分キャップや蓋などあるので配線やコードをつなげた状態では防水性能は使わない方がいいかも。使ったら壊れるでしょ。じゃ防水じゃないって感じでもないよりは超マシですね。上部にケーブル入れみたいのあります。水没すると思って取り出しておきました。少しだけ水が入っちゃったかな。まあそれでも万が一のために防水は嬉しい装備ですね。次回は USB や AC コンセントで電気を使いながら雨に打たせてみたいと思います。先に防水スプレーなど吹いとくといいかもしれませんね。この電源は充電速度、ワット数をアナログダイヤルで切り替えることができるんです。充電のワット数を 300W、500W、700W、900W、1.1kW とダイヤルで充電中も切り替え可能です。これは良いアイデアです。キャンピングカーなどに良い使い方できます。エアコンクーラーをつけながら電子レンジを動かしゆっくりと充電していく。容量も 2kW ほどあるのにサイズは控えめだと思います。コスパもいいです。厄介な長押しとかも少なく瞬時に使えることが嬉しい。ライトは暖かい暖色系です。虫も集まりにくい色温度です。ソーラー充電の動作も確認してみよう。あいにく午後4時前くらいの低い日で義理の直射日光で試しました。ソーラーから充電できてますね。大丈夫です。商品説明ではソーラーパネル充電は 500W 対応とのことです。小型 EV 電動チビカーを充電してみます。これが一番の目的だったのです。多くポータブル電源を所有してますが消費 700W ほどなのですが、どうしてかこれを充電できる電源が多くの中から2台しかなかったのです。冷却ファンの入り口と出口を開きます。この電源シンプルでわかりやすく簡単な構造で余計なものはついてません。思った通りです。バッチリ充電できましたよ。よかった。エアコンの消費電力が多いのでエアコン専用に外付け電源で動作するようにしたいな。ちなみにこの屋根のソーラーパネルでの充電ができませんでした。日陰じゃん。じゃなくてケーブルが逆みたいでプラマイ逆アダプターが必要でした。このマルチアダプターケーブルの黒赤が逆配線だったようです。電気自動車なのでこうしていろいろな電源を積んでたり使い勝手を試してみてますが、昔の三元系は小型でいいですね。エコフローの初期タイプです。超小型にガスの発電機も積んでます。で、一番多く使ってるのは結局小さい軽い便利小型軽量のブルーティちゃん。室内のルームライト、ファン式クーラーシートカバーなど他の充電類などもワンタッチで通電できてとても便利です。ほっとけば日中に屋根に適当に取り付けたソーラーパネルから自動充電してます。リン酸鉄リチウムなので安全で安心で長寿命。レスの時に充電しておきたいものを放置で充電させたりしてます。便利ですよね。ドローンやタブレット、車のバッテリー上がりの心配も不要です。スマホの置くだけ、充電も何かと便利ですね。
ルームランプの代わりに、USB のオンオフがわかりやすく、小型 USB ライトを指してます。まあ、一流メーカーのは説明は不要ですね。